この主題のやりとりを始めるにあたり、大前提として述べておかなければならないのは、万物はエネルギーであるという概念です。この概念をまず理解しなければ、テレパシーでメッセージを送る能力について、私たちがあなた方にしようとしている説明を理解していただくのは難しくなるでしょう。あらゆる思考想念は、エネルギーの電磁界に包まれた電気的な衝撃波です。このエネルギーフィールドは、人の精神がまだ理解し始めることさえできないほど高速、かつ瞬時に動く能力を有しています。この動きにおいて、想念的イメージはそれに関連する視覚的な状況、感情、宇宙、共通言語の符号化システムへとダイレクトに転送されます。電磁気的な衝撃波を別のところへ送るかどうかは、その存在の選択によります。その選択は、感情の蓄積度合いと、その存在が収束させることのできる意志の力によって決定されます。これら選択や精神意識の範疇において、その生涯で獲得できるテレパシーによるコミュニケーション能力の度合いが決まるのです。思考想念を照射、推進させる力、フォースは、引っ張り合いの均衡の上で成り立っています。この引っ張り合いの均衡は、電磁気エネルギーの2つの側面から構成され、1側面は感情です。もう一方は、当人の選択と信念が一体化した脳と精神であり、これらがメッセージを送る能力を決定するのです。送信者はコミュニケーション上のある形態を体験し、受信者はそれとはまた別の形態を体験することになります。双方において、コミュニケーションの成功の決定要因は、選択、自由意志、そして感情の移入度合いです。私たちアルクトゥルス人の言葉のコミュニケーションは、あるところから別のところへエネルギーを転送すること。同一イメージを互いのグループ間で送受信する能力を有していることであると定義できます。あなた方に気づかせる上で大切なのは、私の地球次元での体験として、すべての人々が直線的な流儀で考え、振る舞っていたということです。したがって私は、あなた方の信念体系を満たし、私たちの説明の解釈をより円滑にするためだけに、あるところから別のところへ、という言い方を選んでいます。実際には、これらの限定的な見方は適切ではありません。直線的な要素は、この単一性の宇宙にはどこにも存在していないからです。単一性は、全体なる精神の概念のみを指示します。これを翻訳すると、精神や心は万物のあらゆる要素を内包しているということです。個々の要素は全宇宙の単一性を含んでいます。もし思考が真に自己内包の性質を持つのであれば、その思考はある場所から別の場所へのみ移動する、などとどうして考えられるでしょうか。この説明は明確化のためだけにここへ挿入しました。この主題について、あなた方がもっと詳細な説明をリクエストしてこられることを私たちは望んでいます。なぜなら説明というのは、地球が今後経験していくであろう抜本的なシフトの一つだからです。私たちからの説明を受け取ることは、たとえ限られた説明であっても、多くの個人を探求や研究で直面している制約や限界との苦闘から間違いなく解き放つことになるでしょう。地球上での探求や研究がとてつもなくゆっくりである理由の一つは、この惑星上の学識のある人たちが多次元世界の働きを限定的な制約や不確定要素に落とし込んで解釈しようとしてしまっているからに他なりません。このアプローチを続ける限り、宇宙の無限的な認識や気づきよりもむしろ有限的な認識や気づきにとどまり続けることになります。さて、思考形態の概念へ話を戻しましょう。思考形態を照射推進させる力、フォースは宇宙の電磁気エネルギーです。このフォースは、あなた方の惑星上の極東の文明によって定義された陰と陽です。このフォースはプラーナ、あるいは宇宙の生命維持システムでもあります。このフォースはポジティブとネガティブ、または当人の意識における光と闇の側面です。このフォースは実在であり、
技術材でもあります。このフォースは、真羅万象です。このフォースの中で、引っ張り合いの均衡は、思考が現実化する度合いの決定に利用されます。引っ張り合いの均衡というのは、フォースとその存在の自由意志との間に生じる共有パワーだからです。このフォースは、共同創造の土台となるよう設計されているのです。そして、この力を完全に習得するために敷かれている道は、思考そのものの多様性と同じくらい多様です。いかなる思考も宇宙意識の一部であり、人の意識を通してそれらを動かすエネルギーというのは、この共有パワーとの一体化を必然的に引き起こす信念の強烈さそのものです。かつて生み出されてきたあらゆる思考は、今存在する。これから先設計されていくであろうすべての発明は、すでに存在している。これから先考案されていくであろうあらゆる自由の権利は、現行のものである。万物の単一性及び全体性において、あらゆる物事は、過去、現在、未来にすでに存在しています。したがって、一個人があるアイデアや発明の権利を主張し、それらを自分の独占的な利用のために密かに保持しておこうとするのは、賢明とは言えません。ある考えの権利的な主張や支配、それ自体に含まれている概念が、全く滑稽でおかしなことなのです。自我の制約により、魂はこれを理解しません。その結果、恐れの低周波、つまり十分に所有していないというフィーリングによって引き起こされる波動が、当人の意識を乗っ取り、現実を制限することになります。それぞれ個人は、自分たちが利用できる万物の莫大さや豊かさを認識できないがために、自ら限界を課してしまっています。思考や発明を自分だけのものと信じている限り、彼らが内なる潜在的な力と無限の豊かさの権限の開花を見ることはないでしょう。アルクトゥルスでは数十億年前に、この単一性の概念を体験し学んでいます。もし数十億年前に自分たちの感情の熟練者になること、存在の中核と一つになることを学んでいなければ、私たちはこの時期に十分な役割を果たすことはできなかったかもしれません。しかし、私たちは実際にこのレベルの理解に到達し、私たちが成し遂げるすべての物事に、我々全体で取り掛かることができています。これが地球次元で私たちの姿を見たすべての人たちの精神にとって、私たちの見た目が同じように見える唯一の理由です。私たちには、相手よりもよくあろうとする自我を使う必要性がないのです。そういったことは、アルクトゥルスの文明や存在状態には全く機能しません。私たちの信念及び進歩発展の経験を積んでいくことに対し、真っ向から対立するものです。私たちの進歩は、宇宙共通コードに集団的にアクセスする能力及び文明前進に対する非情動的な献身を遵守する能力に完全に依存しています。もしあなた方がアルクトゥルスでの我々の文明を表現するとすれば、平穏という言葉を使わなければならないでしょう。私たちは嬉しい状態でも悲しい状態でもありません。この二つの言葉も我々の文明においては何の働きもなしません。代わりに私たちは平穏であることを熟慮します。精神におけるこの平穏な状態において、私たちは調和に浸り、莫大な満足感と成果の道を歩んでいるのです。そうすることができる理由の一つは、宇宙共通シンボルとテレパシーによるコミュニケーションの完璧な熟練によるものです。このテレパシーによるコミュニケーション能力は、今や地球上の多くの人たちも利用可能です。地上の多くの魂たちは、インディゴ色の光や音の周波数へと移行しています。その創造性は、信じがたいほど深みのある能力と才能へのアクセスに使われているのです。たとえ各々が、これらの能力を自分が有していることに気づいていなかったとしても、このプロセスを見るたびに私たちは喜びを感じており、この成果を生み出すあなた方すべてに大きな誇りを抱いています。
なぜかというと、私たちの文明の遠い昔の記憶が呼び覚まされるからです。私たちは、あなた方の歩む道に敬意を抱きつつ、三次元意識の中でより楽に、より早くそうなっていけるよう手助けをするために、ここにいるのです。私たちは、平穏と高度なレベルの境地を見出すために耐え抜いてきた自分たちの長い戦いを、現在のこの時空の中で回想しています。惑星、地球での変容を眺めていると、そのようなイメージがもたらされます。あなた方は地球上での今この瞬間において、多くの点でアルクトゥルスの歴史的瞬間を生きているのです。もし望むならこの移行期は、宇宙の精神意識から引き出したアルクトゥルス人のドラマをこの時期の地球へ展開させた脚本である、と説明することも可能です。私たちはそのドラマのメインとなる男優や女優たちを、この駐在する場所から眺めています。悪役や犠牲者たちも見えます。このドラマの背後には、あなた方すべてに新時代の幕開けを確約する大中心核光、グレート・センピュラルサンの輝きがあります。あなた方のドラマ展開は間違いなく結末を迎えます。芝居は今や指揮を取られています。時期に宇宙意識は別の脚本による芝居の住人や登場人物をもたらすでしょう。それはよりハイレベルな意識を体現するシンボル、感情、道具、振る舞いなどの到来を告げることになります。これは確約されたことです。これには大中心核光のエネルギーがどう作用するかということが常にあり、その力の根源はまさに人が想像し得る進化の最高形態へと捧げられているからです。そういうわけで、あなた方人類の壮大な未来像をここに残していくことをお許しください。最も敬愛されしガイアでのあなた方の未来は、最も偉大なるものの一つである。